こんにちは、ブラハムと申します。今回は、火薬を大量ゲットできる、天空クリーパートラップを作成していきます。火薬は、ロケット花火や、TNT を作成するために必要になります。特に、エリトラを入手後、ロケット花火は必需品となり、いくらあっても困らない素材になるかと思います。たくさんの材料を利用しますが、作成自体は簡単なので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速、作っていきましょう。使う材料は、こんな感じです。今回は、2層式のクリーパートラップを作成します。ブロックとトラップドアに関して、ご覧の通り大量に利用します。動画内では、滑らかな石を利用しましたが、不透過ブロックであれば何でも大丈夫です。なお、材料の数に関しては数え間違いもあるかもですので、参考程度にご参照ください。この他に、松明や仮ブロックもできるだけ多く用意すれば作成もはかどります。作成場所に関してですが、今回は海の上に作成します。障害物も少ないので、作成には最もお手軽な場所かと思います。なお、ディープダーク、川、雪原バイオーム、キノコ島。こちらの4カ所にはクリーパーが湧きませんので、注意しましょう。まずは、トラップの作成場所まで移動します。60程度登ったところへ作成するのが良いかと思いますが、今回は海面より切りよく1スタック分登ります。そしたら、一度降りてもらい、はしごをかけつつもう一度登ります。足場があれば足場の方が楽だと思います。次に、待機場作成します。特に広さの指定はありませんが、今回は奥行き8、横に6の大きさの待機場作成します。そしたら、はしご側から4マス目のところへラージチェストを作ります。後ろに回ってもらい、ホッパーを3つ連結。さらに、横に回りホッパーを2つ、チェストの隣にはブロックを置きます。そうしましたら、ホッパーを囲うようにブロックを置きます。続いて、ホッパーの左奥にピストンを設置。同じように、ホッパーを囲うように残り3つピストンを設置していきます。ピストンを設置したら、ピストンの左側面にトーチを設置。トーチを設置したら、向きに注意してオブザーバーを設置します。顔が、トーチ側を向いてるようにします。ここまでできたら、ピストンにレバーを設置し、トライデントを、ピストンに刺して、稼働させてみます。こんな感じになれば大丈夫です。ここまでできたら、落下しないようブロックで囲い、松明で湧き潰しもしておきましょう。次に、脇層を作成していきます。まずは手前にガラスを4個設置します。これは普通のブロックでも大丈夫です。そしたら、ピストン、オブザーバーの上から、20個ずつブロックを置いていきます。
ここまで来たら、看板を2個ずつ向かい合わせにつけます。看板をつけたら、看板の上から水をまきます。なんでこんなことをするのかというと、この後、もう5ブロック分高くするのですが、この水がないとクリーパーがそのまま落下死してしまうので、それを避けるためのクッションとなります。それではさらに、5ブロック分高くします。続いて、4方向に12個分ずつブロックを伸ばしていきます。上から見るとこんな感じです。次に、動画のように3段の高さで囲いを作ります。作り方に決まりはありませんが、一応ブロックを節約して作成してるつもりです。通路全体にブロックを設置していきます。この作業を残り3方向も行います。同じ作業なので、カットします。4方向囲いを作ったら、こんな感じになると思います。そしたら、仮ブロックを使って上に登ってもらい、通路の端まで行ってもらったら、今度は、4つの通路をつなげていきます。つなげることができたら、今度は4箇所、枠の中をブロックで埋めます。4箇所敷き詰めたらこんな感じです。続いて、3段の高さで壁を作っていきます。壁を作り終わりました。そうしましたら、次に4面の床と同じ広さの天井を、3ブロック目に作っていきます。天井を作り終えました。暗くなって作業がしにくかったりもするので、適度に光源は置いておくと良いと思います。続いて、今作った天井すべてにトラップドアを設置していきます。ちなみに、ボタンでも代用が効きますので、好きな方で問題ないですが、ボタンだと抜けが気づきにくかったりもするので、トラップドアの方が個人的に良いかと思います。なお、このトラップドアで高さ制限を行います。制限することでスケルトン、ゾンビの脇を防ぎます。はい、トラップドアを設置しました。
次に、床にハーフブロックを置いていきます。ハーフブロックは、角から斜め一つずれたところに一つ置いて、この後は2マス間隔で設置していきます。このハーフブロックを設置することで、雲の脇を制限します。こんな感じです。この作業を残り3箇所行います。続きまして、トラップドアを持ってもらい、こんな感じになるように置いていきます。すべての角に置けたら、折りたたんでおきます。この作業を、3マス間隔で行います。なぜトラップドアを設置するのかは、後ほどお伝えします。はい、すべて設置できました。そしたら、次に下の通路に水を流す作業になります。まずは、真ん中の穴を塞いで無限水源を作ります。落下防止にもなるので、水をすべて流し終えるまで塞いでおきましょう。そうしましたら、通路の一番奥に向かってもらい、先に5個ずつブロックを設置します。設置した後に、水を流します。そうすると、ちょうど真ん中で止まると思います。同じ作業を、残りの3箇所も行います。流し終わったら、無限水源は埋めちゃいます。仮ブロックを壊すときは、落下しないように、一部分流れを止めておくと安全です。この後天井部分に登りますが、湧きそうに光源を設置してる場合、壊しておきましょう。天井まで登ってきました。続いて2層目を作成していきますが、1層で良いという場合は、天井を塞いでしまえば完成となります。なお、1層で約1時間に500個程度の火薬が手に入ります。あ、天井には湧き潰しの方も行ってくださいね。それでは、2層目の作成に移ります。とは言ってもほぼ作業の流れは同じなので、側面につけたトラップドア以外はカットします。はい、あとは側面のトラップドアを設置するだけとなります。これから側面のトラップドアを設置していくのですが、なぜ、側面にトラップドアを設置するのかお伝えしていこうかと思います。こんな感じで、空中に床を作ってみました。ここにクリーパーを沸かしてみます。こんな感じで、クリーパーは下に落ちません。ですが、1層目で作成したように、側面にトラップドアを設置してやると、クリーパーは誤認して落下するようになります。これが、トラップドアをつける理由になります。続いて、2層目のトラップドアの位置です。今動画で流れてるのは、1層目と同じ位置にトラップドアをつけてます。そうすると、なかなか落ちてくれません。続いて、トラップドアをつけない場合です。良い勢いで落ちてます。1層目のトラップドアが設置してる場所にダイブしてるので、1層目のトラップドアで誘導できてるのかもですね。2層で終わらせるトラップであれば、2層目はトラップドアは不要かもです。最後は、1層目と違う場所につける場合です。2層目のトラップドアを1層目に被らない位置に設置しましたが、こちらも問題なく落ちてくれます。モンスターを誘導できる有効階層が、どの程度あるかわからないので、最後のこの方法が良いのかもしれません。ということで、トラップドアを1層目からずれた位置に設置していきます。こちらの作業を、4方向行っていきます。はい、取り付けることができました。そしたら、光源や仮ブロックを壊して天井に登ります。天井に登ったら、あとは穴を塞いで完成となります。
天井の湧き潰しは、ハーフブロックか松明で行いましょう。今回は、途中までハーフブロックにしようと思ってたんですけど、松明にしちゃいました。はい、これでクリーパートラップの完成となります。早速下に降りて稼働させてみます。下に降りると、クリーパーが上から降ってきますので、やることはレバーを押して放置してるだけです。この時、ずっと放置してるとファントムに攻撃されちゃうので、放置する場合は屋根をつけておきます。それでは、30分でどのくらい取れるかしばらく放置してみます。伝え忘れてましたが、ドロップ増加の剣を持ってる状態です。また、ハードモードの方がたくさん湧いてくれるのでハードモードにしておきましょう。30分くらい経ちましたので確認してみます。約600個なので、1時間2200程度です。ドロップする運にもよりますが、だいたい1時間で1000個は取れると思います。ちなみに、チェストの上に乗って処理層に近づくと、経験値もゲットできます。なお、トライデントを持ってない。手動で借りたいという場合、処理層の形を変えてやれば可能となります。あとは、落ちてきたクリーパーを叩くだけです。ということで、今回は、天空クリーパートラップを作成してみました。今回の動画は以上となります。よろしければ、もう一本他の動画を見ていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。